どうも、花宮ネクです。今回もエンチャントファームをやっていくぞ。前回跳ね橋の先に進んだものの、敵は強く不夫婦な部屋も見つけられず、フューチャー王の未来はダークディメンションってところでしたね。私は推奨レベルが低いエリアから順番に攻略していくのが好きなんじゃ。ってことで今回は全く別のエリアを攻略していく。跳ね橋の先は一旦放置だ。なんかね、ドワーフの精錬所の北で虫が大量発生してて、そこには水晶がたくさんあるらしい。それを求めて海賊が行ったっきり帰ってこないって話をモブドワーフから聞いてたんでね、行くしかないでしょう。虫は基本的に地面タイプなのね。大量に出てくるから全体攻撃も欲しいな。ちょっとパーティー編成を変えようかな。地面タイプに有効なのは氷タイプ。ツメパスさん出番だ。ずっと1軍だったウィンドイチちゃんはベンチでゆっくり休んでくれ。戦闘開始と同時にフレーム1とブリザード1で大体の雑魚を吹っ飛ばす。残った雑魚はウォーターさんでとどめ。悪くないんじゃない？やっぱ面倒な雑魚は全体魔法で一掃するに限るね。演出スキップと組み合わせれば脳死ボタン連打で超高速で雑魚戦が終わるの偉いぞ。おお、フィールド上に水晶がちらほらと落ちてるわ。探索しがいがあるってもんよ。おお、海賊の鍵だ。ずっと探してたんすよ。これ最初のエリアである南の浜辺ってあるじゃないですか。あそこの近くにこの鍵を使う場所が2つもあるんですよ。やっとあそこの探索を進められる。ずっと気になってたから嬉しいね。ここの攻略が終わったら次は海賊関係だな。それじゃあダンジョンの採用まで早送りだ。途中で水晶も10個ぐらい拾えてウハウハよ。はい到着。なんかボスっぽいやつおるで。セーブ、回復、装備調整してからゴー。ふむ、最高列のクイーンターマイトとそいつが率いるザコ虫たち3体か。タイプは地面&鋼、地面&岩、地面&毒、地面&悪。未だにポケモンの相性を覚えられてないタイプの人間にそういうのは面倒なんよ。トリマ全体魔法2連打で押し流せ。クイーンターマイトは全体バフを使ってくるのか。完全に司令塔って感じなのね。それなら雑魚の増援とかもありそうだな。全体回復された。やめろやめろ。とりあえず雑魚は全員倒せたか。あとは全員ひたすら得意な攻撃をする感じでお願いします。こいつ甘い香りで全体の回避率を下げてからヘドロウェーブで全体攻撃。戦術がちゃんとしている。毒タイプの攻撃か。よし、ゲージ3本のうち1本は削ったぞ。この調子で殴りまくれれば楽なんだけどな。全体攻撃2連打は犯罪じゃないっすか。やめてくれません？ツメパスさんはあんまり役に立ってないんだが、一応蘇生させとくか。うわ、雑に雑魚が全員蘇生した。やば、ツメパスさん蘇生させといてよかった。全体魔法2連打で雑魚はどうにかなるけど、全員の HP がじわじわ減ってきてるんよな。というかクイーンの全体バフでクイーン自身が強化されてくのが一番嫌なんだけど、その後攻撃力アップ状態で全体攻撃連打してくるんでしょ。嫌だな。予想通りフェイクさんを連発されて反対したな。
荒れ果てた戦場にはストーン1ちゃんだけが立っていた。その後もちょっと頑張ったもののケーキさんで全滅。地面タイプの対策は必須だ。これは対策を立ててきたんでリベンジマッチだ。オラー。目立った変更点としてツメパスさんを抜いてビンド1ちゃんを入れたのと、ストーン1ちゃんを抜いてレキバリアちゃんを入れました。機体の新人タンクやツメパスさんは氷魔法が地面に効くからって使ってたんだけどね。正直ビンド1ちゃんが勾配で殴った方が火力が出る。この子強すぎるんよ。でストーン1ちゃんは味方をかばうってことが全くできないのが弱点でしたが、ひばりちゃんは前衛で防御すると味方を全体攻撃から守ることができるんすよ。ひばりちゃんはもともと電気タイプだからそのままだと地面技で即死するので高タイプになれる盾を装備してきました。これなら地面技は効かん。毒の全体攻撃で即死した。こっちは考えてなかった。アホすぎた。いやでも全体攻撃を一心に受けて死んでくれるのは短期としては悪くないぞ。無限にアイテムで復活させればええねんええねん。おおひばりちゃんケーキさんをゼロダメージに抑えてる。これが飛行タイプの力よ。ヘドロウェーブで死ぬのはもう諦めよう。何度だって起こしてやるから。倒れたぐらいでタンクの役割から逃れられると思ったら大間違いだぞ。あでねウォーター1ちゃんしかいなくなっちゃってたよ。蘇生アイテムを惜しみなく使いまくれ。よし、ウィンド1ちゃんが復活すればだいぶ安心だ。運悪く当たって死んじゃったけど打ちセミ&超回避率で普通だったら死なないからな。ウィンド1ちゃんのテイク1マジで強えな。エレキバリア雷無効&自然治癒プラス 10% って効果なんだけど、自然治癒っててっきり回復だと思ってたけど状態異常回復っぽいな。意味ないな。よしそんなこんなで完全に持ち直した。あとはなぶるだけなのでダイジェストを。勝利。もうめちゃくちゃ苦労した横のボス。ママ6万ソウルと血の塊は美味しいから許したるか。いつもはボス倒したらすぐ帰ってるけどここまで来るの面倒なんだよね。回復してこのまま先に進むか。ずんだもんみたいなやつがいるな。あれってリーフバリアちゃんか。もしかして絶対に戦闘になるやん。まさかの2連戦か。ここで切るのもキリが悪いしあの子を倒すところまで動画にするか。どうもすいません。何やってるんです。赤ちゃんと思ってるものを
火炎瓶で燃やし尽くしてやるぜと言われたら気が狂っとるとはなるわな。即火炎瓶。話が早すぎて笑うわ。リーフバリアちゃんは草タイプ、背後の赤ちゃん虫は地面タイプか。赤ちゃん虫を減らすことを優先させようかな。リーフバリアちゃんの立ちふさがる赤ちゃん虫への攻撃を全部かばっている保護さんの鏡。しかも赤ちゃん虫結構痛いってよりかはひばりちゃんが脆いんだな。こういう時はストーンイチちゃんが恋しくなるんだよな。とりあえずこのターンで赤ちゃん虫は燃やせるぜ。おお、赤ちゃん虫がよう燃えとるわ。うわ、すぐ赤ちゃん虫が補給された。無限は来たよ。まあ倒したターンは攻撃されないからフレーム1は打ち続けた方がいいか。あー、ウォーターイチちゃんが眠っちゃったよ。地味に睡眠グラフィックが用意されてるの好きだよ。私が思うにこれって割と勝ちパターンになったんじゃない？しょぼい単体攻撃と全体眠りしかしてこないし、運悪く全員眠らなければ負けることはないのでは？ということでダイジェスト神剣、女もガキもまとめて燃やせ。よっしゃ勝利。大したことなくてよかった。あれまだ続くんかい？赤ちゃん虫をちゃんと全部潰さんとダメか。改めて消毒だ。勝利。またもや6万ソウルゲット。レベルが上がるぞ。問答無用で赤ちゃん虫焼却処分はちょっと悪いことしたかなと思いつつ、リーフバリアちゃんが仲間になったぞ。ステータスが丸っこい。性能の方はひばりちゃんと同じくリーフバリアちゃんも全体バリア&全体カバウか。っていうかリーフバリアちゃんってなんて略せばいいんだ？ふばりちゃんでいいか。前衛がピンチになったら自分の HP を分け与えるライフパス。ひばりちゃんと同じパーティーにいると2人ともどんどん硬くなるシンクロ。ひばりちゃんとふばりちゃんを一緒に使えよって圧がすごいぜ。後で使おう。といったところで今回はこの辺でお疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。